ボンドに水を足します。で、ボンドを溶かします。塗りやすいようにするために。これを上から塗って、まだちょっと完全に乾いてないんだけど、乾くとこんな感じでね、微妙なこのツヤが出ます。はい、お疲れ様です。西田芽の北川です。今回の動画では、このようにですね、犬が口を開けてる表情を作るときに、どうやって作ったらいいかわからないっていう質問が結構来てたので、特別にですね、これね、本来はメンバーシップ限定の動画なんだけれども、特別にリリースします。なので、この動画をね、見て、ぜひね、何度も何度も見てチャレンジしてみてください。はい、それではね、犬のオープンマウスの作り方ね、本編始まります。はい、それでは今回はね、犬のオープンマウスの作り方についてね、解説していきます。で、まず準備しておく段階っていうのは、まずこの下顎のない状態の顔のベース、頭のベースができていることと、まあ、下顎を別に作っておくっていうこと。で、今これ植毛してないんだけれども、これね、自由です。オープンマウス作ってから植毛してもいいし、まあ、先に植毛を終わらせてから、下顎も植毛ある程度この接続するこの部分まで、それ以外は植毛終わった状態でつけてもいいし、まあどちらでもいいです。で、今回はね、ちょっと植毛する前の段階で解説をしていきます。で、まずね、オープンマウスの作り方云々の前に、口を開けてる状態の時の犬の顔の、その状況を言っておくと、まず、口を閉じてる普段のこの時ね、こういう作品の時よりも、口をオープンマウスにしてる時は、まずね、マズルの角度、これをね、しっかりと上げてください。上に。口を開けてる時はね。で、マズルの角度を上げることと、この口角の位置。これが、ぐっとこういうふうに、わかります？ぐっとこういうふうに、ここを上げてあげるような表情にしてあげる。マズルが上がって、この口角が上がっている。すると、犬がすごいこう喜んで寄ってきてるような、そういう表情を作ることができるのね。これを、マズルが普段のまま、この下がってる状態のまま、口を開けてもちょっと不自然になるんだよね。だから、しっかりとこのマズルを上げる口角の位置もこういうふうに上げる。まあこれはね、つけた後また作っていくんだけど、そこはね、頭に入れておいてください。で、まず前提として、僕がオープンマウスを作るときは、下顎部分しか作りません。で、上顎の部分のここの部分の歯とか、そういったものはね、作らないです。もう、ここの歯茎と、まあ、牙とか歯を作って、あと舌を乗せて、っていうのを樹脂粘土で作ります。で、上のこの状態はどうしてるかというと、僕は黒い綿綿。これで、上顎部分は、ここに差し固めて、黒くしておきます。で、まず最初にその作業をやってしまいます。で、さっき言ったように、マズルが普段よりちょっと上向きになるような感じにしてあげます。なのでそこで差し固めておいてあげて、今描いたこの内側っていうかな、そこを少し、まあそんなに極端じゃなくていいんだけど、まあ段差が作るつもりで、ここをですね、少しね、へこめておきます。で、これはなぜへこめてるかというと、まあ単純に綿入れて厚みが出ちゃうので、まあその分へこめておこうというところと、だいたいできたら、これも一発で決めようとしなくていいから、まあ、黒い綿綿、ちょっと手元でこんな感じで丸めて、ここに合わせて、まあ、スピード針なんかでちょっと貼り付けていく。まずはこの際さえ貼り付けてしまえば OK だから、今こういう状態ね。であとはこれをしっかりと差し固めていく。まあ、ここは特に難しい作業じゃないと思うから、まあ、さらっとやってもらう。で、このオープンマウスの作り方はさ、本当にやり方も人それぞれで全然違うから、まあ、これあんまり公表してるっていうかね、公開してる人少ないと思うんだけれども、まあもし他の人ね、公開してたり教えてるのがあれば、そういったのも参考にしてね、どんどんやってほしいなと思います。僕も自分で、なんて言うんだろう、独学っていうか、誰かのを見本にして、今この自分のやり方をこう、なんていうかな、見つけたわけじゃなくても、完全に自分で考えて、このやり方になってるだけなので、だから今、僕は、なんだろう、樹脂粘土しか使ったことがないから、樹脂粘土で使うけど、例えばなんだろう、オーブンで焼く粘土あるじゃない、オーブン粘土っていうのかな。
ああいうのを使ってる人もいるし、多分そっちの方が形成しやすいのかもしれないね。すぐ焼いて固めれるから。だからそのいろんな素材をね、使ってやってみてください。はい。ひとまずね、こんなイメージ。はい。まず、上顎の作り方はここまで。で、次、下顎いきます。で、下顎についてはこの接続する部分。ここはね、柔らかい状態にしてます。で、ここぐらいまでがある程度の硬さがある状態にしてます。で、下準備として、まずこのサイズしっかり合わせて、顎のこの幅とかね、長さとかしっかり合わせて、だいたいこの辺だなっていうのを、まあ、閉じた状態でいいから、それを合わせたら、さっきの上顎の時と同じ感じで、ここをね、へこませます。これも結構ね、際まで、結構ギリギリ、この際はね、薄くなるように、この間をね、へこめます。スピード針でしっかりと刺していく。とにかくここに粘土が入るので、段差をしっかりつけておく。わかるかな？段差ついてるの。まあ、ひとまず、こんな感じ。で、やっておいて、次、粘土を使っていきます。はい、それではここからは樹脂粘土。これをね、使って、下顎に乗せるね、口の部分をね、作っていきたいと思います。で、用意するのは、まあ、アクリル絵の具。これは何でもいいんだけど、アクリル絵の具と、まあ、これも何でもいいです。樹脂粘土を僕は使っているので、で、他にもいろんな素材あるから、なんだ、オーブン粘土とかもあるし、まあ、他の素材でもいいと思うんだけど、今回はね、樹脂粘土でやります。で、まあ、粘土こねるのにちょっと水を用意しておいたらいいんじゃないかなと思います。まずね、粘土を取り出すんだけど、まずは順番にね、一つ一つやっていきます。で、まず最初にやるのは、下顎に乗せる、その、なんていうかな、歯茎の部分っていうか、そこの土台になる。上唇で言ったら、ここの黒くした部分と同じような感じで、ここを粘土で表現をします。なので、まず、ちょっとね、粘土硬くなってるんで、水を含めて、少しこねて、で、これに絵の具を混ぜていきます。で、これ絵の具を混ぜるのは、まあ、着色されてない樹脂粘土を使うからであって、例えば100均に着色されてる色付きのやつあると思うので、それを使う場合は別にね、この絵の具の工程は省きます。まあ、今回はね、黒にしていくので、まあ、今ぐらいの量で少し混ぜていきます。で、僕は結構こうやって手でこねちゃいます。絵の具だらけになるんだけど、気にせずに僕はやっちゃいます。で、この粘土に着色、絵の具で着色するときに気をつけてほしいのが、絵の具の量。今回みたいにこうやって黒くする場合は、そんなに、まあ、黒くなるまでやればいいんだけど、例えば、これね、また後から舌を作るんだけど、舌を作るときに、絶妙な色加減を作るのが難しいんだよね。というのは、絵の具の場合は何だろう、この粘土に混ぜても乾いた時とこのこねてる時の色が全然違うから、乾くとちょっとね、色が濃くなっちゃうんだよね。で、その色の濃さの変化も粘土の種類によって多分違いがあると思うから、ちょっとね、自分の使ってる粘土だとどれぐらい絵の具を加えたら、その色の変化が起きるのか、乾いた時にどれぐらい濃くなってしまうのかっていうのは押さえておく必要があります。まあ、粘土なんでね、最悪最後はペイントすればいいだけだから、特に大きな問題はないんだけれども、まあベースの色を作ることを考えると、まあベースのね、色を作るときに、まあある程度の色を作っておきたいんであれば、このようにね、着色したらいいんじゃないかなと思います。だからもう極端な話すると、この白のまま作って、後から着色っていうのでも別に全然ありなんです。ただね、ちょっと手間を考えると、うまくね、綺麗に塗る手間って結構大変だから、まあ、それを考えるとあんまり最初から色を入れてた方がいいんじゃないかなと思います。はい。ちょっとね、粘土硬いんで、ちょいちょい水を含めてるんだけども。で、まあ、ひとまず、こんな感じ。で、まだグレーなんだけど、これ、乾いたら黒くなるから、こんなもんでいいです。でですね、僕は大体ですよ。ざっくりと本当に僕は、何回もやってるからっていうのもあるんだけども、ここで、ここに乗せる分ぐらいの分量を取って、ちょっとね、平らにね、伸ばしちゃいます。こうやって。で、そこの形に合わせた感じで、少し伸ばしてあげるのと、あとちょっとなるべく薄っぺらくしてあげる。これぐらい。で、ちょっと乗せてみて、で、これをまだ伸ばしていくんだけど、だいたいこんな感じであればいいかなと思います。
で、今回は植毛しないでやるけど、これに粘土を今から貼り付けちゃうのね。で、僕の場合はですね、このまま、ここにもうボンドをね、直接ね、つけちゃうんです。ここにボンドを乗せてしまって、粘土をね、貼り付けて剥がれないようにしておきます。結構際までギリギリこんな感じでつけちゃいます。で、ここに今乾ききってない、まだブニョブニョの状態ね。これを貼り付けるんだけども、ここに乗せて、手でやってもいいし、ここね、ちょっと際まで、歯茎の部分っていうかな。これがちょっとこう、際に来るように広げてあげて、で、ヘラとかスパチュラがあれば、こういう風に上から押してあげて、僕はこういう形をとっています。こういう感じ。で、これで一旦合わせて、この接続するときにちょっとこれ邪魔になると思うから、これはあまり切りすぎるとダメだよ。隙間空いちゃうからね。少しカットしちゃいます。大体のところで合わせて。イメージ的にね、こんな感じ。で、ひとまずこれが乾くまで待つんだけど、ここでね、ちょっとやっておきたいことがあって、僕はこの折れたニードルとか使ってるんだけど、ここでね、後からこの刃を入れたいんだよね。でそこにちょっと跡をつけておきたい。天使、牙の部分、だいたいこの辺かなっていうところに、ちょっとこれグッと刺して、ちょっと穴開けるような感じで、ぐぐっと広げて。で、ここはちょっと、わかるかなこれ。少しここに壁を作るような感じ。これはね、両サイドも一緒です。ちょっと粘土外側に押し付けるようにして、ここに段差っていうかな。ここに段差を作ってほしいんです。それと後で、刃をつけるときにつけやすくなるから、っていう処置を僕はしています。じゃあまずこんな感じね。で、これが乾くまでは置いておきます。はい、では次ですね、舌を作っていきます。じゃあこれもね、同じように絵の具を混ぜて色を作っていきます。で、僕使ってるのはこのアクリルガッシュってやつなんだけど、この中のパーマネントスカーレット、ちょっと朱色っぽいやつをちょっと混ぜるのと、白とバイオレット。これをちょんとつけるぐらいなんだけど、これぐらい混ぜて、舌を作るようにしてます。コロ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 回しながら混ぜていきます。で、ちょっとね、今回まだらだけど、後で着色するんでこのままいきます。で、こんな感じで、形整えて、で、さっき作った下顎を出してきて、で、今回は、舌を、こう、だらんと垂らしてるんじゃなくて、口の中に収まってる状態。なので、ここに舌はあるんだけど、歯が見えてる状態っていうのをね、作りたいので、ざっくりなんだけど、こういう形で決めたいと思います。で、これも、スパチュラとかで、下の表面を、形を作りながら。で、ここにはね、刃が入るから、ちょっとね、こういう風にね、舌をね、煽るようにして、ここをね、上げるようにしてんだよね。こういう状態。こういう状態ね。に、僕はするようにしてます。ちょっとね、今、舌から先に作っちゃったからあれだけど、本当はね、歯から作った方がいいかもしれないね、最初のうちは。その方が舌を合わせやすいと思う。ひとまず、この形で乾燥させるので、このまま置いておきます。次ね、刃を作ります。これもさっきと同じように、粘土を適量取って着色していきます。で、刃なんでね、量は少なくていいです。白を入れて1回、これでね、混ぜて白い粘土にしてあげます。これはね、モデルの写真見ながらだいたい刃の大きさとか考えてほしいんだけど、これ今作ってるのね、こうやって天使になる部分。で、極端に尖らせすぎないように、ちょっとこうやってこねて、で、細すぎてもさ、おかしくなっちゃうから、ちゃんとそのモデルのこの写真見ながらどれぐらいの大きさかなってイメージしながらこれ、こういう風にね、形作ってあげます。で、この状態で乾燥したらハサミでカットしてからつけるので、これをこのまま取っておいて乾燥させます。で、もしそれがちょっと太すぎたってなったら困るから、このね、予備みたいなのを、僕はだいたいいつも2、3本用意します。少し太さとか変えて。で、次、前歯の部分でいいかな。
そこをね、作りたいんだよね。で、こうやって定規なんか使って潰してもいいし、で、ちょっと形整えてもらって、でね、僕はね、結構荒技なんだけど、これをやばいうちに、ここに一回乗せちゃうね。やばい時に。で、スパチュラとかヘラで、こういう風に押さえ込んでしまう。で、この見えてるところ、ここしっかりと、ちょっといじって見せてあげて、で、ニードルでいいから、ちょっとね、ここに、上から軽く押さえて、こう、刃に見えるように、こういう風にね、作っちゃいます。で、見せるのは本当に軽く、これぐらいにしてますね。で、上から見たら、ここ白くなってんだけど、これは後から着色するし、まあ下でも隠れるのでね。でも一応着色します。なので、ここで、さっきはボンド使ったけど、粘土と粘土同士でまだくっつくので、こういう風な感じで、僕はね、乾かす前にこういう風に形つけちゃいます。で、次、横の刃。で、これも同じような要領でやるんだけど、ちょっとね、ここに関しては、潰した後、全体につけるんじゃなくて、ちょっとこの奥の方、これぐらいのところにつけてあげて、まあ、ニードルでも何でもいいけど、僕はスパチュラあるので、こういう風に。これ今僕ちょっと適当に作ってんだけど、奥歯の感じ、そこをね、出すようにしてほしいんだよね。で、これもさっきと一緒で、ここに貼り付けてあげる感じでいいです。こんな感じ。で、同じように反対側も、ちょっとね、白々しいんだけど、まあこんな感じです。で、ちょっとさっき作った下。これを、ここに乗っけると、こんな感じ、こんな感じ。それっぽいよね。で、これは乾いてから本当はやってほしいんだけど、今ね、ちょっともう、サクサクと進みたいので、切っちゃうんだけど、乾いてればね、今、これカットするときに潰れちゃってるけど、変形はしないからね。で、これも、ボンドでつけるんだけど、まあ、ここにボンドをちょっと多めに乗せてあげて、まあ、さっき、この歯茎の部分、こう壁にしてると思うんだけれども、ここね、ここを壁にしてるから、そこにちょっと圧着させるようにして、つけてあげます。全体的な長さとかも見ながら、まあ、こんな感じでやって、で、これをここにつけたいんだけど、奥が長いから、これをカットしちゃいます。で、まだね、下の方も乾いてないから、ちょっといじったりして、整えれるから、少しね、合わせて、で、よければここに、がっちりと、色塗らなかったね。でもまあちょっと下で隠れるんで。ここにがっちりとボンドを入れて、この上に貼り付けます。こんな感じ。で、この剣士も安定してないから、下でグッと圧着して、さっきの歯茎の部分と、この下で圧着して、そこで固定してやるって感じ。そしてそれで、まあ、ボンドも入ってるのでね、固定できるっていう感じです。はい、こんな感じ。で、要すれば、まあ、表面とか少し水入れて、まだ乾いてないからね。ここに、下の線を入れたりとか、こういう凹凸は入れといていいかなと思います。はい、こんな感じ。で、今この辺ね、ボンド見えてるけど、これはで乾いたら透明になるので、はい、こんな感じで作って、ちょっと合わせてみて、どうだろう。こんなイメージね。はい、それではね、下顎、乾いたところで、必要であれば着色をしていきます。だけど今回はまあ、この色でそのまま、艶出しをして、しっかりと装着しようかなと思います。で、まず、艶出しの仕方なんですけど、これはね、素材いっぱいあります、使うの。メディウムっていうものがあるんだけど、まあ、要は絵の具の艶出しするようなものなんだけども、こういったものを使ってもいいし、これってなんだろう、絵の具とか専門的なお店に行かないと売ってないと思うし、まあネットでも買えるんだけども、これよりも僕はもっと手軽にやれる方法として、まあ、
木工用ボンドだったり、手芸ボンドをおすすめしてます。おすすめっていうかね、簡単に使えるから、これでいいんじゃないっていう感じなんだけど、これにボンドに水を足します。で、ボンドを溶かします。塗りやすいようにするために。これを上から塗って、コーティングをしていきます。で、これね、レジンじゃダメなのって思うかもしれないけど、レジンだと、光りすぎちゃうから、やめた方がいい。で、これだと、そんなにテカテカにならずに、鈍い光で終わるので、まあ、自然な感じが出るんじゃないかなと思います。ちょっとね、これ今薄すぎたね。もうちょっとボンド濃くてもいいかな。はい、先ほどのがね、まだちょっと完全に乾いてないんだけど、乾くとこんな感じでね、微妙なこのツヤが出ます。はい、それではね、ここから実際に装着する時の注意点を話をしていきます。でね、まずね、これをこうやって装着するんだけど、最初に言ったように、オープンマウスの時は、マズルを普段口を閉じている時のこの角度よりもしっかりと上げてあげるっていうこと。この角度ね。これを上げてあげる。で、なおかつ、口角、この部分ね。この部分をしっかりと両方もっと上にこうグッと押し上げてやるような感じの顔の形にしてあげると、喜んで近づいてきてる感じとか、なんかそういった表情を作ることができます。まずそこをしっかり作った上で、下顎をこうやって合わせます。で、これもね、しっかり横から見て、出過ぎたり、後ろに引きすぎたりしないようにちょうどいいところ。ここに合わせてつけるんだけど、このね、付け方にね、ちょっとね、コツがあります。まずはね、こういうような感じで仮付けをしちゃいます。はい。で、これだけじゃ足りなくて、なんていうかな。今ね、一番言いたいのはね、ここなんだよね。ここの表現の仕方。この口角の部分。このままこういう風につけてしまうと、口の開き方が、ここでこう鋭角になってるのね。こういう風に。で、これだとすごく不自然。口の開き方が。で、ここをニードルでいじりながら、この口角の部分を少しね、こういう風に、ここ、開いてほしいんですよ。で、なおかつ、この上に上げるって言ったさっきの、口角を上にも上げながら、ここを少しこういう感じで、こういう形にしてあげる。この三角、鋭角に尖るのではなくて、こういう風にちょっと開いてる感じを出してあげる。ひとまずね。で、反対側も一緒。ちょっと口角が上がってるの分かるかな？ちょっとこっち、形悪いけどね。で、顎がしっかりと中心線から左右にずれてないようにつけてあげて、出過ぎていないか見て、で、これで終わりではなくて、で、ここからこの辺の肉付けが足りないから、これを足していくね。これはね、調節しながらやっていくから、少しずつね、やっていくといいです。で、顎の補強も兼ねて、この薄っぺらい部分に差し固めていく。これはね、今、細針使って固めて形を整えていってます。ここに肉付けをしてあげた感じ。まだ形整えてないけどね。で、こちら側も薄いので、肉付けしていきます。はい。だいたい形が良くなったら、最後に、これをね、ちょっとこういう風な感じで手元で丸めちゃって、この口角の、ここの口元のこのシワ、これを作ってやります。はい。ひとまずね、こんな感じで口角上げて、ここが鋭角にならないように、こういう開き方をするように僕はしてます。するとね、自然な感じになります。で、反対側も今みたいに作ってやると、笑って駆け寄ってきてるような、そんな表情ができるので、こんな風にね、オープンマウス作ってみるといいんじゃないかなと思います。はい。というわけで、ね、簡単にでしたけど、オープンマウスの作り方ということで解説しました。はい、以上です。はい。というわけで、今回はオープンマウスの作り方をね、特別にリリースしたんだけれども、こんな感じの動画、犬の作り方、猫の作り方とかね、レッスン動画の他にも、こういったね、パーツの作り方とか、ちょっとしたテクニック的な話とかね、そういったものもメンバーシップの動画の中にはたくさん準備されているので、ぜひね、動画で学んでみたいって思う人は、メンバーシップの方加入してくれると嬉しいです。
はい。というわけで、今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。